お電話ありがとうございます。おじいの朗読者です。本日の朗読も最後までお楽しみくださいませ。不思議な N さん。これは今から20年以上前、まだ私が中学生だった頃の話です。あと数日で夏休みが終わるというある日、弟と私は母の運転する車で近所の市民プールへ連れて行ってもらいました。はっきりと覚えてはいませんが、残り少ない夏休みを満喫するため、弟と二人で母にせがんだのでしょう。そしてプールに到着。母はプールサイドにいて、私と弟だけがプールに入って遊んでいました。しばらく遊んでいると、誰かから名前を呼ばれ、声のした方向を振り向くと、そこには同じ中学の同級生が一人立っていました。N さんとは特に仲が良かったわけではなく、同じクラスになったこともありません。私の友達が N さんと小学校が同じで、何度か喋ったことがあるくらいでした。偶然だね、と声をかけると、N さんは、私も一緒に遊んでいい？と聞いてきました。もちろん断る理由もなく、それどころか弟と二人よりは N さんがいた方が楽しいに決まっています。というわけで、その後はずっと三人で遊んだのでした。やがて夕方近くになり、家へ帰ることとなりました。N さんは一人でプールへ遊びに来ていたので、我が家の車で一緒に帰ることになりました。道中、母が N さんの家の場所を聞くと、この道を右、ここを左、あの道をまっすぐ、などと道案内してくれます。母はその通りに道を走っていたのですが、しばらくするとおかしなことに気がつきました。どう考えても、さっきから同じ道をぐるぐると走っているのです。母がそのことを指摘すると、N さんは、でも、この道で合っているから、と言います。それでまた、N さんの言う通りに走って、でも、やっぱりまたさっきと同じ道。とうとう私が、いい加減にしてよ、と声を荒げると、N さんは、ごめんね。でも、お父さんとお母さんに、家に帰るときは、この道しか通っちゃダメって言われてるから。そういうのです。その後続けて、この道の先のトンネルのところで降ります。と、母に向かってつぶやくように言いました。結局、N さんはトンネルの手前で降り、その日はこれで終わりました。ただ、N さんが車を降りてから、母が、トンネルの先に家なんてあったっけ？と、
首をひねっていたのは気になりましたが、こうして夏休みが明け、始業式の日、なんとなく気になった私は、N さんと同じ小学校だった友達に、プールでの出来事を話しました。すると友達は、N さんは両親のどちらも幼い頃に亡くしており、おばあさんに育てられたはずだと言うではありませんか。さらに驚いたことに、そのおばあさんは夏休み中に亡くなったらしいのです。その亡くなった日を聞くと、私が N さんと出会った日よりも少し前。常識的に考えて、身内が亡くなった直後に、プールなんて遊びに行きませんよね。養育者であるおばあさんが亡くなり、N さんは新学期を私たちと迎えることなく、別の親戚に引き取られたのだとか。もちろん、夏休み明けの始業式の日、N さんはすでに親戚に引き取られた後なので、学校には来ていません。私もプールの日以来、N さんとは会っていません。結局のところ、あの日のことは、今でも何が何だかわからないままです。なぜおばあさんが死んだというのに、一人でプールに来たのか。とっくの昔に亡くなっているはずの両親から、この道しか通っちゃダメ、と言われたとは、どういう意味なのか。そして、何度も同じ道をぐるぐる回った意味は、N さんの意味不明な言動と、おばあさんが亡くなったことに因果関係があったのかどうかも、今ではわかりません。いや、そもそも私がプールで出会ったのは、本当に N さんだったのでしょうか。よくよく考えてみると、その頃にはすでに親戚の家に引き取られていたはずなのでは？でも、確かに外見は N さんのはずだったのですが、私のことも知っていましたし、全くわからないことだらけですが、私が経験した不思議なお話でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。またのご連絡お待ちしております。